皆さんこんにちは。制作過程を3つの動画に分け完成までを収録しているプラモの時間へようこそ。今回はストック棚で異彩を放ち続けるプラモデルに恐る恐る手を伸ばしてみました。ということで1980年代に販売手前まで開発が進められた幻のスーパーカーミッド4を製作していきます。時は1985年、日産のスポーツカーでは31スカイラインや 31Z などがラインナップにあった背景の裏で次期スポーツカーの開発が進められていました。同年9月に開催されたフランクフルトモーターショーで発表されたプロトタイプがミッド4です。リトラクタブルヘッドライトを採用した2シーターの車体に VG30DE 型 V63 リッターエンジンをミッドシップに横置きで搭載。フルタイム 4WD でハイキャスを採用した足回りに日産シルビアの開発の元となったインテリアが採用されます。日本からスーパーカーが誕生するかもというショーでの反応の高さから市販化が検討され、1987年の東京モーターショーではより洗練された2型が発表に。エンジンはさらに改良されたツインターボ化となり、いよいよ発売かというところまで行きましたが、採算面での問題がクリアできなかったことで開発は中止に。このモデルで培われたさまざまなテクノロジーは31レパードや 31Z、 初期型からパワーアップしたツインターボ V6 エンジンは Z32A、 4WD などの技術は32スカイラインへ組み込まれることに。市販車に近い完成度だったミッド4ですが、現在でも復活の噂は絶えず、あれから数々の名車を生んできた日産は技術をさらに高め、発売のタイミングを狙っているようにも思えます。そんな幻のスーパーカーミッド4、このキットは富士見から販売されているキットで、初期型と2型が存在しますが、今回は初期型の製作です。キット自体は何十年も前のものですが、現在でもパッケージをリニューアルし販売されています。まずは仮組みからいきましょう。まずはボディです。前後のバンパーを取り付けないとシャシーが固定できない仕様。取り付けてしまっても問題なさそうでしたので、瞬間接着剤で取り付けてしまいます。次に足回りです。ブレーキキャリパーやディスクパーツは再現され、サスパーツとは別体となっています。これらを組み合わせ組み立てていきます。ホイールはビスで固定。リアは1本のシャフトで固定するタイプ。車高はノーマルとローダウンで選択できるようになっています。そしてなんとエンジンパーツがパッケージングされています。上半分しか再現されていないエンジンパーツですが、モールドはしっかりしているので工作すれば完成度を高める良好なディスプレイポイントになるかもしれません。インテリアはシートの組み立てが独特でした。ウィンドウはサイドがないタイプでしたので、ここは少し考えます。最後にリアのエンジンフードを取り付けて仮組み完了。仮組みでこの存在感、ホイールやエンジンなどをカスタムし、さらにかっこよくなるよう完成を目指したいと思います。続いて画像の赤矢印部分のパーティングラインを削る作業となります。模型メーカーがプラモデルを製造する過程で金型同士を合わせてパーツを成形しているので、どうしても付着してしまうのがパーティングラインやバリですが、これを消すのと消さないのでは仕上がりに大きく影響してきます。パーティングラインの確認方法としては、ボディやパーツを手に取り実際に指で触ってみること。カーモデルの場合はボディを真上から見た際、左右対称的に縦にラインが入っていることが多く、バンパー周辺は特に頑固なラインになっていることが多いです。作業手順としては320番のタミヤのペーパーヤスリで水をつけながら削り取り除いていきますが、取り除く際の注意点として実車にある細かなプレスラインもありますので、その部分まで削ってしまわないよう注意しつつ取り除いていきます。320番で取り除いたらヤスリの番手を上げつつ1500番まで仕上げ、
塗装に向け準備しておきます。次に筋彫りを行っていきます。使用しているツールはタミヤ製の筋彫り調光ブレードで、ブレードは 0.15mm と 0.2mm を使い分けています。用途としては 0.15mm のブレードは全体的な使用、 0.2mm のブレードはドアやボンネットなどの開閉パーツなどに使用しています。リアルな完成度を追求するにあたり、ボディのパーツそれぞれに対し筋を入れておかないと、塗装を重ねた時に溝が塗料で埋もれてしまい、シャープさが欠けてしまうので、塗装する前の下準備の段階でしっかり彫っていきます。といっても筋を深くしすぎると不自然なシルエットになってしまったり、パーツが貫通し割れてしまう場合もありますので、あくまでも軽いタッチでそれぞれのパートで3から5往復を目安に丁寧に彫り込んでいきます。ドアやボンネット、モールやバンパーの継ぎ目、給油口カバーやウィンドウモールの外側を筋彫りし、塗装に備えていきます。続いて塗装前の最終調整、ボディの調整と加工です。リアテール付近に引けがあるので、タミヤの瞬間接着剤イージーサンディングで盛り付け、アルテコスプレーを振りかけた後、デザインナイフでカットし、ペーパーヤスリで鳴らしました。両ドアのキーシリンダーは配給パーツのマイナスモールドに置き換えるので、モールドを削り取り 0.8mm のピンバイスで穴を開けます。最後にウィンドウモール内側やフェンダー内側などボディ全体のバリを削り落とし、塗装の準備が完了です。続いて本塗装をする前の下地としてガイアノーツのエボホワイトと純色グリーンを調色したものを拭いていきます。この下地処理は深いツヤのある仕上がりを目標とするのであれば必須作業。パーティングラインを消すためにボディ表面を削ったり、少なからずペーパーヤスリの跡が残った場合は必ずサーフェイサーを拭いて本塗装の前に各パーツの表面を滑らかにしておくことが大事です。いかに下地処理の段階で滑らかな表面を作り上げることができるかということが重要かと思いますし、何より下地の段階から滑らかな表面を意識しておくと、後の鏡面仕上げの工程で凹凸が少なく仕上がるので、鏡面仕上げの作業時間を短縮でき、結果的には効率が上がります。吹き付け途中にホコリなどが付着した場合は焦らず乾燥を待ち、ペーパーヤスリで取り除いてから再度吹き付けます。サーフェイサーを吹き、パーティングラインや傷も消えて綺麗な表面になったことを確認し、次の作業に移っていきますが、今回はここまで。次回はインテリア完成までをお届けする予定です。ご視聴いただきありがとうございました。